瀬川菊野さん、当時38歳、入試被爆です。8月6日は広島からおよそ30キロ離れた芸北町八幡に学童疎開をしていた息子さんを訪ねていて難を逃れました。助産婦だった瀬川さんは8月7日に入試し、自宅近くの二保小学校で治療活動に従事しました。瀬川さんの自宅はどこにありました？自宅ですか。自宅はどちらですか？自宅はね、二保の淵崎いうとこなんです。原爆はそちらでお会いになったんですか？いいえ、私はね、三男が学童疎開で佐伯郡の八幡村にね行ってましたから、それをちょうど5日の日に立って6日の晩泊まってね、そして6日の朝こっち帰ろう思いましたら、私の子供だけが熱を出したもんですから残って、で他の方は皆帰られたんです。その時にその時間にね、大きなもうすごい音がしてね、そして爆風言うんだ、その時は風がですよな、風がすっごい風がダーンとね、お寺の障子は皆外してしまいましたね。でもうそうしていましたら、東の方からね白い煙がもくもく上がりますのね。どのぐらいの大きさでした？なんともこのとこに大きいもまっすぐもくもく上がっておりましたよ。そしてそれを見て、あらなんか起きたんじゃねえって、どうしたんじゃろうかねって、そしたらもう電話かけよう言うてももう市内には電話かからんで、役場の方からもう電話全然かからんようなで、どうしたんじゃろうか思ってましたら、さあ10時頃ですね、もう午前朝のね。でこの市内のそこの国体中学の印刷の下焼けた紙がバーッと飛んできましたんですよね。そしてその紙を見てから、あらこれ国大小学校国大中学焼けたんじゃねえ言うて、そしたらもうそんなうちにどんどんその紙くずがいろいろ回ってくるもんですからね。それは8月の何日ですか？6日の朝です。6日の朝に、風であっちへワトソンの村の方に向いて飛んでくるんですね。どのぐらいの距離を飛んでる？あれ25キロぐらいはありましょうよ。それがね、その時それでなんですよ、これは大変じゃいって言ってましたら、昼からもう夕方にかけてね、もう皮膚のダラダラ人がみんな逃げてきましたね。で帰ってくる、どうしたんか言ってみんなが言ったら、もう広島は、全然火の海じゃいってね、それで逃げてきたんです。そしてもうそれとずっと夜通しなんですね、逃げてくる人が多いんでしょう。それから私たちはもうこれ大変じゃからどうでも早く帰りましょう言うて、そこにちょうど先生が寄られたので、先生と一緒にねすぐ支度してから夜の3時頃にそこを出ましてね、そして帰って、それは8月の7日の朝ですね、朝の3時頃にそのお寺を出てね、そして山の中高い峠を越すんですからね、その峠を越すのにもうすごく空襲があるんですね。で空襲といって来るもんじゃから、すぐまた山の中へかがみ込んでね、それでなんですよ、ハンカチで口を濡らしといて襲ったりして襲うとりましたよね。そしてまたやっとのことをこう歩いてずっと帰ったのがじゃから、公園の方に着いたのがもう2時過ぎですね。だからいかに遠いことが分かりますわね。ずっと歩いたんですから。それで歩いてあちこち円光橋のとこまで、円光橋の猿楽町まで出てみたんですね。そしたらもう主人の勤めてるとこもみんな焼けてしまっとるもんですから、これは大変じゃ思いましてね。それで今度これへ出て、そしてこの肘山橋を渡って、それで帰ってきたんです。そしてその肘山橋を通りかけたら、ここでお母さんが死んでますのでね、死んでるとこへこう前子供さんがね缶詰のカンカンこう下げてくるんですね。そして見てましたら、口のに当てがってますのにね、お母さんはもう倒れて死んでますんです。でもうかわいそう、びっくりしてね、で私はすぐその子供さんを抱き上げてね、そしてもうお母ちゃん死んどってんですよ言うてね、もう一緒に泣いてね何してましたけど、どうすることもできませんのでね、それで
ちょうど救護班の人が通りかかってきたもんで、その方にお願いしてね、そして私は自分の方へ帰ったんですがね。この絵はどの辺りですか？ちょうど肘合わせの今自動車が止まってますね、はい、とにかく東詰めのあそこですね。ちょうど辺で死んでましたね。で子供さんは川の水汲んできたんだろう思うんですね。いくつぐらいの子でした？そう、小さい3つともう今頃の人は2歳ぐらいでしょうね。よちよち歩いてましたからね。もう本当に何とも言えませんでしたね。その子が水をそのお母さんにあげようとしてるとこをね、私がちょうど見てね、わずだけあげてね泣きましたんですよ。もう抱いてどうすることもできませんからね。で救護班頼んだんですよ。でもそれが思い出になってね、いつまでも私から離れませんのですね。でなんともその子供さんたちのことばっかり祈ってましたけどね。周りには橋の上にはどんな人が並んでました？それはもう誰もいませんでした、その時は。とにかくその時周囲を見たんですが誰もいませんでしたね。ほいでしばらくこう見てましたらその肘合わせの向こう側をね救護班の人が兵隊さんがかけているのを見てね、そしてかけていって呼びに行ってきて、そしてその救護班の人にお願いしたんですよね、女の子。ということは橋の上にはその女の子とそのお母さんしかいなかった？いませんでしたね、その時は。でも死体は川の方に流れてるんですからね。この辺りですか？この橋です。この橋。橋がね、橋の下の方に死体がもうねたくさん並んでましたよ。下の方に沈んでました。その女の子は本当にその救護班に連れて行かれたんですかね？それからもう私はお願いしておいてきたんですから「はい分かりました」言うてくださったんですからね。それからもう多分それは連れてきてもらったと思っております。今生きてると42、3ですね。42、3になってましょうね。どんなんか生きてたら本当に会ってみたいですけどね。当時はみんな戦災孤児がねもう多かったですからね、どういうふうになっちゃったか知りませんけどね。いろいろな目に遭いました。それ本当に家帰ってみるともう家は天井は抜けてしまって空が見えておりますしね。でもう家財道具なんかはみんなひっくり返ってしまって、もう何にもかも手のつけようがないんですね。でもそれをこのまた鶴見町の方の方がみんな逃げてこられてね、私方のうちに逃げてこられたんですね。家族はね男の子3人いますがね、長男は戦争に行っておりました。で主人は戦争から帰ってきて、そしてちょっと勤めてましたですね。それから次男は動員で学徒動員で松田の方へに動員で行ってました。でそれが行く時にもう大津の方で会いましたんですね。皆さん無事でらした？皆さん無事でらしたんですね。そうですそうです。今三男は学童疎開してましたしね。それから5人とも助かったことは助かりましたね。空襲があるとすぐ防空壕、裏の防空壕へみんなで入ってね、そしてやっとその夜は7日の夜しのいだんですね。もう日本の学校に行きましたら、日本の学校の廊下はもう幼年学校の生徒さんがねずらーっと並んで真っ赤な赤チンつけて体それ新聞社を当ててね、そしてずっと並んで苦しんでるんですね。でもうその時の手当てなんかでもなんですよ。軍員さんがやんなさるのはもう新聞社はパーッとひどいこと拍手なさるからギャーってね、もう泣きなさる声がね何とも言われんでしたね。でそんなにしとられるうちに次から次もう亡くなっていかれましたね。もうその時の無謀さは何とも言われませんでしたね。でも
周期がね、もう夏のことですからね、みんな気づくうちにウジ虫が湧いてね、ウジがもうでこうしてもう皮膚を食うんですよね。だからそのウジをね落としてやるのにね、もうなんですよ、新聞紙の端みたいなもんでこうバラ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 落としてやるんですよね。でもうとにかく学校の廊下からもう教室からみんなその被爆者ですから、誰がどうやらもう分かりません。みんなうめいとこばっかりでね。でもうその海を吹いてやるぐらいのことですから、どうもなりませんでしたけども、次から次いなくなっていかれましたね。そしたらもうちょうど辺はまだ畑が多かったですからね。でその畑の中に穴掘りましてね、でそれへ向いて兵隊さんがだんだん死んだ人を掘り込みに行ってね、そして夕方になるともうそれを焼くんですね。だからもう焼く匂いと、そしてこの海の匂いと、もう何とも言われませんで、ほんと修羅ですね。ですからもう近所の方、私の家の方へ逃げてきとなさる人はみんななんですよ、夜は空襲があるもんですからね。だから芋畑の中へみんな入って芋畑で寝取られましたがね。で瀬川さんは助産婦さんだったそうですね。はあなんで助産婦でしてましたからね。お医者さんの代わりにだいぶそんなことで救護班の辺は回されましてね。だからもう皆さんいろいろな方を手なずけてきましたよね。でも防空壕の中でお産なさる方もあるしね。でもそんなのはもちろんろうそくの日ですわね。でもなんですよ、あり合わせのことでね済ましてから、本当にもう地獄ですね。原爆が落ちた後に助産婦さんとして働いてらして、何か変わったことありました？そうですね、やっぱりちょっと奇怪な子供さんがね時にはねありましたね。無農児とかね、それからちょっと指がね足らないとか、そういうような方はおられましたけども、ちょいちょい出ましたけど、その時にはねなんですよ、 ABCC がねもう生まれてちょっと異常がある言っていましたら、すぐ受け取りに来てね、で連れて帰りましたね。そんな時には子供さんを産んだお母さんにはどんなことをおっしゃるんですか？それはもう言いようがないんですね。でもせっかく生まれたけどね、亡くなっておられたからしようがないからね、処分してもらいましょうねいうことなんですよね。そのくらいで濁してましたですね。一言もお話にならないですか？そのことはもうね言いません。私としてもう言うことできませんね。それはね伝えとうないですからね。今その原因はやはり原爆にあったっていうふうに考えてらっしゃるんですか？そうですね、私たちのお友達なんかもね、黒い斑点のできた子供さんを扱ったとかね、いろんなことを皆さんおっしゃってましたからね。だからやっぱり原爆のためにねこんなになったんじゃろうってね話したんですよ。恐ろしい。そうですね、もういろんな目にもうなんですよね。ちょうど別に直接被爆なさった方でないのにね、今度風下の方を逃げて帰ってきて、今の疎開地から子供の面会にいて逃げて帰った方でもね、宇品の方をずっと通って帰ってね、そしてあちらへ、だから全然その直接受けておられんのに1ヶ月目にはもう歯がガタガタになってしまってね、で食事が食べられなくなるし、で髪の毛が抜け出しましたよね。そしたらもう高熱が40度ぐらいの熱がずっと続くんですね。そしてもうそれからずっとなんですよ、胃が悪くなって腸が悪くなり、で子宮出血して、もうしまいには凝血がねゴロゴロと出ました。でもその時にはどこから出るんですか？子宮の方からですね。婦人の方はね子宮ずっと全身を侵されていくわけですね。で最後には
子宮出血してね亡くなっていかれましたね。そんなの私ずっと看護しましたですからね。看護された方で元気になった方いらっしゃいますか？やめらなくなられました、その方らは。もう大してみらなくなっておられますね。でもまあたまにはねそれで良くなっておられる方もありましたんですよ。男のやっぱり青年の17そうそうですね、20歳ぐらいの子の人たちはね2人ほどは助からっておられた人がおられましたけどね。でも長い間ねもうなんでやっぱり白内障とかいろんな病気が次から次ありますね。だから障害のもうなんですね、それが痛手になっておりますね。千賀さんご自身はお体は私ももうね被爆した当時毒素吸ってたんでしょうね。もう吐き気が来てね吐いてもうとにかく食欲が全然ないんです。そして吐き気が来てね、そしてもう下痢があるんですね。でもそれで薬を言ってもありませんから薬草なんか飲んでね、そしてずっと耐えてきたんですがね。でそれからまあやっぱりなんですね、病気の時にはこの甲状腺なんかも出たり、やっぱりこれも被爆の関係じゃおっしゃってましたがね。だからもう喉を侵されたのかしら、一時声が出なくなったことになる。それからもう気管が弱くなったんでしょうね。咳がついていけませんね。で見ていただいてもそれはやっぱり原爆の何を吸ってるからおっしゃるんですがね。8月6日には千賀さんどういうふうにして過ごしてらっしゃいますか？もう毎年ね欠かしたことなしにお参りしております。どちらに？あそこの原爆ドームへ行ってね、そして朝早うもう5時には必ず家を出ることにしてね、そしてあちらへずっとお参りして、そして最後にもうほいじゃが式典にはよう会いませんからね、式典には帰ってからまた仏前にお願いお参りして、そして式典を見てるわけですよね。欠かしたことなしいまだにもう行ってます。あそこへはお参りしてますよ。でもあんなにしていきましてもね、お知り合いの方、私たちもここに50年ぐらいおりましたんですからね。そうなんですよね。知った方があそこ行ったら会うかしら思いますけど、本当に会えませんね。あれはどうって結局皆さんが亡くなられたんでしょうね。何か会ったことがないですね。長い間前に年を参りするですけどね、あの時の苦しかったことはいまだに忘れられません。だから今皆さんがね原爆の話をしてあげてくださいおっしゃったら、私どこまでも行ってでもね小学校の生徒さんにでもね学生さんでも話してあげたいですよ。もうあの時のことは脳裏から離れませんものね。本当に言ってあげたいことばっかりですね。自分が切実にそれを見て看護したりね、そしていろんなメニューもう見てますからね。だから絶対もう原爆ぐらい恐ろしいものはない思いますからね。でも全世界にこのことを打ち上げもうね伝えていってね、絶対核兵器はもう持ってもらわんように、そしてもうなんですよ、次の時代にもね幸せな戦争のない平和の日を送っていけるように、そればっかりが年寄りの望みですね。はあ